はい、ということで、今回からね、今、ブレイキングダウン9が終わったばっかなんですけど、今回から大会総括をしていこうかなと思いまして、で、今、本当に終わったばかりなので、自分が感じたことだったりをちょっと話させてもらって、で、YouTube のいいところなんですけど、視聴者のコメントいただけるので、それで次回大会に、生かしていけたらなと思ってます。はい、ですね、まず大会振り返りとしては、喧嘩自慢がやっぱりオーディションからすごく一番盛り上がって、今回の大会もね、肌で感じるぐらい声援が一番多くて、この企画は大成功だったかなと思いました。実際に喧嘩自慢は対抗戦よりも面白かったっていう声が視聴者からもありますけども、そうなんですよね。今回の対抗戦について思ったのは、ちょっとそのヨーロッパ勢の選手のこう一人一人にこうスポットが当たってないっていうのと、その海外対抗戦のカードを組みすぎた結果、その人物像が見えてこなかったっていうことで、韓国の時よりもあんまりこう乗れなかったというか、そこ反省点なので、今回海外対抗戦を8試合か9試合組んだと思うんですけど、もうちょっと少なくてもいいかなっていうのは思っていて、海外対抗戦だけに限らず、今回32試合あったと思うんですけど、もう少し少なくして、で一人一人のこうもともとこのオーディションで成功したのってストーリー性だったりとか、その感情移入できる部分がこのブレイキングダウンがバズってるこの理由でもあると思うので、もう少し短くして、どちらかといったらその煽り V が多かったりとか、オーディション映像自体はこう本数が少なくなってしまうんですけど、一人一人にかける時間を多くした方がいいなっていうふうには感じました。ただそのやっぱりブレイキングダウンがこんだけバズって、やっぱり応募数もだんだん増えていったり、何千件ってきてる中でオーディションも170人呼んで、その中で、なるべく多くの人を使ってあげたいっていう気持ちもあって、そこのちょっと葛藤はあるんですけど、今回やってみてちょっとお腹いっぱい感はすごいあったので、今後ちょっとそこは改善していきたいなと思います。今回一番面白かった試合や、あと新しく出てきた選手の中で気になった選手などいらっしゃいますか？面白かった試合でいうと、会場の盛り上がりも含めて、喧嘩自慢対抗戦の1試合目ですねが一番盛り上がったなと思いました。で、今後期待したい選手でいうと、6試合目のレオ君だったり、10人2期もね、とんでもない成長を見せているので、最弱であんだけバカにされた10人2期がこう1、2年でこうどんどん強くなっていく姿っていうのはとても期待できるし、なんか乗れるなっていうのは個人的に思います。じゃあ今回新企画として喧嘩自慢企画をやりましたけども、陸さん的にはいかがですか？いや、もう本当にオーディションから見ても大成功だったなっていうのは思いますし、新たな発見としてはやっぱりこう仲間意識だったり、大人数でいることで、言い方悪いと生きりやすいというか、そこがあって、今オーディションにこう一人で来てもなんかひな壇の20何人にこう睨まれてっていう状態でこうアピールするのって難しいので、そういう点においてはとても盛り上がる企画になったなと思います。で、次回のその喧嘩自慢なんですけど、今回ちょっと規模をでかくしすぎたなっていうのがありまして、北九州とかこう全域にしすぎたんで、なんかこう今後シリーズ化していくときにもったいないなと思いまして、もうちょっと狭めてもその悪い地域とかたくさんあるので、ブレイキングダウン10では、僕の地元でもある愛知県豊橋市、あと東京の足立区、あと兵庫の姫路、埼玉の大宮と、この4地区で行きたいと思います。ここでもね、我こそはという、友達同士でも応募してもらっても構わないですし、今日の試合を見てね、全然俺たちの方が強いよっていうようであれば、どんどん応募していただけたらなと思います。あとはね、今後この喧嘩自慢対抗戦は続いていくので、コメント欄でもね、この地区強いよみたいな、うちの地元強いよみたいなコメントを残してもらえると、次回11とかで
選ばれやすいので、ぜひコメント残してください。それと別でちょっと新しい企画を考えまして、全国の不良を100人集めて不良の頂点を1日で決める、そんな企画を考えてます。体重は70キロ以下で考えてるんですけど、もう100人同時に集まってもらって、その日にその100人中の1位を決めます。そしてその1位になった方とブレイキングダウン1年1000万契約をします。でですね、その他に、合宿企画もやりたくて、でその100人の中で頂点に立てなかった方いると思うんですけど、すごい花があったりポテンシャルのある選手はそちらの方にねお呼びがかかる可能性があるので、ぜひ、チャレンジしてもらいたいなと思います。オーディション、喧嘩自慢、あと新企画すべて、募集は概要欄のリンクと、コメント欄にもある、リンクの方から応募いただけるので、ぜひ応募してください。でですね、今日の大会の視聴者が選ぶベストバウトとベスト KO 賞を発表したいと思います。まずベスト KO 賞、超10人日記2です。結構ね、これ無料配信の方でも流れてたし、なんかツイッターのトレンドにも載ったみたいで、やっぱりこの日本国民のね半分以上の男が多分10人2期は俺より弱いと思ってたところで、この 1,2 年のこの成長に衝撃が走ったんでしょうね。僕としてもすごい嬉しいし、こんなストーリーが見れると思ってなかったので、視聴者の方もね感じるものがある人が多かったのかなと思います。それとベストバウト賞なんですけど、喧嘩自慢対抗戦の1試合目のシェンロン VS 小田雅也選手の試合がベストバウト賞に選ばれました。ベストバウト賞の2人の試合を見た感想はいかがですか？やっぱり一番こう記者会見とかでもそうですけど、一番暴れてた2人だったし、なんかどっちも絶対に負けられないっていう戦いだった中で、ダウンを取られっていう、もう会場の熱気もマックスだったので、すごい本当にブレイキングダウンの歴史に残るような試合だったんじゃないかなと思います。でもあと川島選手も試合前まで相手のボヤン選手がほとんどの人が勝つだろうなっていうなんか空気の中でダブルノックアウトで川島選手が先に立ち上がって勝つっていう、あれも会場のなんか盛り上がりすごかったんで、今回見ててなんかブレイキングダウン選手の実力がかなり上がってきてるなっていうのは思ったんですけど、あの試合はなんか一緒に出てる選手たちも勇気づけられた試合だったんじゃないかなっていうのは思います。であとね、これ別なんですけど、僕的にはこの日本のプロ団体でそろそろ戦ってもいいのかなっていうのがあって、ブレイキングダウンに対して賛否いろいろありますけど、一番このブレイキングダウンをよく思ってないのって日が当たってないプロ選手だと思ってて、で、ブレイキングダウン選手も1分なら負けないよっていう気持ちの選手も多いと思うし、そのプロの選手は俺たちの方がこんな努力してるのにっていう気持ちも多いと思うので、あとはそのどこの団体が名乗り出てくれるかによるんですけど、なんだかんだね、ブレイキングダウンが今一番視聴率も多くて、その主催者側としても全然タッグを組んで、一時的にそのタッグを組んで試合をするってことも全然この双方にメリットあるのかなと思うので、ぜひねそれが実現したら一番面白いと思うので、その団体の方もぜひね応募してもらえたり運営の方に問い合わせしてもらえたらいいかなと思います。視聴者の声で今回の大会が過去で一番面白かったという声が多かったんですけど、その辺いかがでしょうか？そのやっぱねヒット数を表示するっていうのは選手側としてもアグレッシブにならざるを得ないと思うので、ヒット数にこだわるのっていうのは絶対間違いじゃないと思ってたので、今回ダメージも 40% にすることによってだいぶフェアになったというか均等が取れたんじゃないかなと思います。面白くて、さらに実力も大切にするという点で、はい。最近
近のブレイキングダウンは選手のレベルも上がってきていて、オーディションへの参加のハードルが上がってるっていう声も結構あります。その辺いかがでしょうか。そうですね、トップどころはだいぶ上がってると思うんですけど、僕らもオーディションでこの素人枠っていうのは何個も分けていて、グループごとに強い実力のある選手は実力のあるグループにしてて、そこ配慮してるので、あんまり格闘技経験ない方でもどしどしね応募してもらいたいなと思ってます。10人2期も、ブレイキングダウン4から出始めて、1、2年のことだと思うんですけど、ここまで強くなってるので、どんどんね挑戦してもらえたら、今は弱くても1年後2年後にすごい選手になってる可能性もあるので、挑戦してもらいたいですね。今回の大会なんですけど、会場チケットが本当にすぐ完売しまして、やっぱブレイキングダウンはとても愛されてるなと感じました。で、次回大会なんですけど、11月23日に、埼玉スーパーアリーナのコミュニティアリーナの方で、開催が決定しています。なのでね、ぜひ次も見に来ていただきたいので、11月23日は皆さん開けといてください。はい、ということでね、本当に試合直後に撮ってるので、まだこの反省点とか考えが至らないところあると思うので、皆さんコメント欄でぜひ教えていただけたら、次回大会までに改善していきたいと思うので、皆さんの意見もどしどし、ください。はい、じゃあそんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。